こんにちは、こまめです。早速ですが、チャンネルを開設して約3年間、先日ようやく登録者1万人を突破いたしました。イエーイ、パチ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 。いやー、3年間長かったね。ここからは少し話が長くなるので、本編早く見たいよーって方は概要にタイムスケジュールを記載していますので、お手数ですがそこから本編までお飛ばしください。YouTube を始めたきっかけはですね、好きなことを発信したいと思ったのがきっかけでした。私は小学2年生の頃から暇あればゲームをしていて、夜中にね、親に隠れてゲームをしているのが親にバレてゲーム機を没収されてしまったりしてね、それくらい任天堂のゲームがとにかく大好きでした。そこでおいでよ動物の森に出会って、大人になった今、動物の森の新作がスイッチで出るらしいよという噂を聞きつけて、懐かしさのあまりあつ森を購入しやり始めたところ、見事にハマってしまったわけですね。そこから大好きなゲームを発信したいと思うようになり、 YouTube チャンネルを開設したのですが、機材の使い方や動画編集の仕方もわからない、本当に右も左もわからないゼロからのスタートでした。そしてこの3年間、仕事が終わった後や休みの日もずーっと YouTube に時間を費やしてきました。はじめは好きを発信したいからという理由で始めた YouTube も、チャンネル開設当時からずっと応援してくださっているあつ森をきっかけに仲良くなったフレンドの皆さんや視聴者の皆さんの存在があったからこそ、次第にそれに応えたいって思う自分の気持ちの方がでかくなっていって、とにかく YouTube を継続することを諦めない気持ちだけを継続しました。そして登録者4000人超えたところあたりから、ありがたいことに以前よりも少しずつ応援してくださる方も増えて、温かいコメントをしてくださる方もいらっしゃったり、それが本当に嬉しくってですね。大げさかもしれないですけど、冗談抜きで気づけば YouTube というものは私の心の寄り添いどころになっていました。まさかそんな私のチャンネルがあつ森というゲームをきっかけに1万人行く日が来るなんて、本当に綺麗事とかじゃなくてね、動物の森という素晴らしいコンテンツを提供してくださっている任天堂の開発者の皆様、そして私のチャンネルを応援してくださっている皆様のおかげです。本当に心からありがとうございます。なんかすごく真面目な話になっちゃったんですが、本日はこれくらいにしといて、今日はそんな皆さんに少しでも恩返しがしたいと思い、以前 X でしまくりのお困りごとを募集した時にリクエストがあった内容のうちの一つの、建築物の裏側の土地の活用方法を動画にしてみました。住民さんのお家やたぬき商店、エイブルシスターズやその他家具を組み立てて作った人工的な建築物の後ろ側に物を置いたりしても、結局建築物で隠れちゃったりするので、確かに見せ方に困る部分なんですよね。私なりに実際に例を見せながら解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本題に入りましょう。まず見せ方の考え方として大きく2つあります。1つ目が建築物の後ろに動線を作らない方法です。その中でもデフォルトの背景を活かすという見せ方と、しまくりで背景を作るという見せ方があります。そして2つ目がその逆で、建築物の後ろに動線を作る方法です。その中でも屋根を活かす見せ方と、現実世界を連想してありそうなものを作るという見せ方があります。これだけ聞くとなんのこっちゃって感じですよね。それでは例を見ながら実際に見ていきましょう。まず1つ目の建築物の後ろに動線を作らない方法のデフォルトの背景を活かす見せ方ですが、あつ森にはしまくりでは変えることのできない要素の一つとして海があります。地図で言うとこの部分、例えばこちらは前回の動画で作ったキャンプサイトになるんですが、キャンプサイトの背景はご覧の通り海が広がっています。こちらも見てみましょう。海が見晴らせる住宅街ですね。本来ならしまくりなどで背景を自分で作ってあげる必要があると思うのですが、デフォルトの背景をうまく活用すればその必要もなく、平面な海の背景のおかげで手前の建築物が強調されて、そこに視線が行きやすくなるので、目立たせたいものの優先順位もはっきりして空間にメリハリが出るんですよね。そして岬に作ったビアンカちゃんの温泉旅館ですね。砂浜が後ろに映り込むことをうまく利用して、砂浜の上に
松の木を置いて、その手前にビアンカちゃんの旅館を設置しています。今紹介した3つのレイアウトはすべて崖上に建築物を設置しているんですが、こちらのたぬき商店のように崖上に設置しない見せ方でも全然 OK です。他にもこのように海と常吉ビーチを建築物の背景に取り入れる方法もあります。見せ方の考え方としては、中央の常吉ビーチから外側にかけてこういう曲線にしてあげることで、正面から見た時に迫力のあるバランスの取れたレイアウトになるので、左右の高さを作ってあげる手段の一つとして高さがある住民さんのお家を設置しています。では次にしまくりで背景を作る見せ方です。このようにマイデザインを活用して作った人工的な海や、後ろに木やシマトネリコなどの緑を配置する方法や、建築物のすぐ後ろに崖を作ってその上に緑をたくさん植えて正面から見た時に山のように見せる方法もあります。続いて2つ目の建築物の後ろに動線を作る方法の屋根を生かす見せ方を見ていきましょう。先ほどの建築物の後ろに動線を作らない方法とは逆の考え方で、建築物の後ろ側にあえて回り込める作りにして、建築物の屋根などのデザインもレイアウトに取り入れちゃおうという考え方になります。では実際に例を見ていきましょう。こちらは海が見渡せる2本の住宅街です。常吉ビーチと海と線路が見渡せるようになっているんですが、後ろに線路を作ってあげることで建築物の背景に動線を作ってるんですね。線路の上を走るのはゲームの世界だからできる話なので、良い子は絶対に真似しないでほしいのですが、こうやって線路を歩いた時にちらっと屋根が映り込むの分かりますかね。このように後ろを歩いた時にあえて少し屋根が映り込む作りにしてあげることで奥行きも出るし、屋根のデザインもレイアウトの一部に入れることでガラリと雰囲気が出るのでおすすめです。ちなみにこのように手前から見た時に建築物の背景が寂しいと感じたら、こんな感じですぐ後ろに柵などの背の高いものであれば何でもいいと思うんですが、そういうものを設置するのもおすすめです。次に建築物の後ろのスペースを活用して現実世界を連想してありそうなものを作る方法です。わかりやすく例えばの話をすると、住民さんのお家など誰かが住んでいる建築物にはお庭や畑、何かのお店であれば駐車場といったように建築物に関係しそうな何かを作るのも一つの方法になります。そうすることで正面からは隠れて見えなくても、歩いている時に建築物の背後にちらっとお庭などの何かが見えて、画面内に映り込む情報が増えることから作り込んで見えるので、何でもいいので作ってみることをおすすめします。いかがだったでしょうか。以上が私がしまくりする際によく使う方法になります。ちなみに紹介した方法が全て正解ではないので、これにとらわれすぎずいろんな方法を試しながら夏森楽しいって少しでも思ってもらうきっかけになったら嬉しいです。チャンネル登録者1万人いきましたが、これからももっともっと上を目指して活動を楽しんでいけたらと思いますので、引き続きこまめをどうぞよろしくお願いいたします。次回の動画はしまくりの動画を予定していますので、楽しみに待っていてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。